どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。靴紐の結び目のところに侵入してほどきやすくする係のさやです。地味に助かるやつ。逆です。逆。ほどきにくくする。ほどきやすくする。安くする。こうキュッキュッってやるじゃん。だけどキュッの時にここにキュッって入っちゃうんだよ。ああ、じゃあすぐシュルってそうかすやん。さやがちょっと狭いってなった時にパーンっていうはい、ということで今回こちらです。マフィーなんなんこの効果音。なんか忘れちゃった企画。でもね、何も書いてないだって今日企画が。今回やっていく企画はこちら。なんて書いてあるでしょうかね。ねえ。ということで、はい、今回やっていく企画こちらです。ダン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 。解体を消すインクでお絵かきしてみた。意味わかんない。ということで、はい、消えちゃったってことですか？さやさん書いてたのかな？書いてたものも消えちゃった？あんな5時間もかけて？こんな対策？シュレディンガーの最上がいたんだけど、マジで今回飛び出す感じで書いてたのに。あ、そうなんだ。消されちゃったか。うるさ。今回どういうこと？激ヤバインクを輸入したんですよ。はい、またそうやって、魔法使いが。いや、だって書いてあった。またしても読みますよ。はい。この時と同じようなこと言いますけど、商品ページに魔法のインクって書いてありました。こちらです。見えますか皆さん？これですよ。マグラの皆さんには見えない。いや、うるせえ、あるんだよ。こちらです。見て、ほら、マジックカラーチェンジングインクス。わあ、もうマジック言うてる。でも今まで俺たちの人生マジックってさ、ついてるものいっぱい使ってきたから、全然驚かないよ、そんなの。そうだよね。そんじょそこらじゃ。なんだただのインクじゃないか。でもなんかやばそうじゃない？これほら。ちなみにこれも届くまでに2ヶ月ぐらいかかりましたね。たくさんあるんだけど、とにかくいろんな効果をもたらす、色が不思議に変わっていくインクかつ、これがそれなんです。なんかさ、透明だけどこれやばいんですよ。このインクが描いた絵を消しちまうっていう激ヤバインクらしいんですけど、さらにこれはめちゃくちゃもう色の変化を楽しめるインクということで、今回は色を消しちまうインクもあるし、色をおかしく変えちゃうインクもあるし、俺たちの手に余る魔法なんじゃないの？ちょっと余りそう。結構リアルめに、この動画1本の中じゃこのインクを使いこなせないで終わるっていう未来もちょっと見えてるけど、まあ例のごとく楽しみながらやっていこうかな。私暴発するんじゃない？なんかこう魔法がパッチャってたらさ、ピュン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 ハリー・ポッターのさ、薬草学の授業みたいなさ状況にね。そうなったらそうなったよ。で、夏目さん家の家だからなんか虹色のゲーミング煙みたいなの出てくる。そうやだな、隣の家からゲーミング煙出てきたら何やってんのこの家ってなる。怖すぎる、あまりに。ということで今回のこの激ヤバ面白魔法のインク、こちらでお絵描き。本当に今日はもう好き放題これで描くだけの。まあちょっと研究も兼ねてね。そうだね。マグルには早いインクなので、ちょっと研究も兼ねてお絵描きしていきたいと思い。イスパータイプ。さあ、ということで、まずはね、マジカルなインクなんだけど、こういつもの夏目さんちだったら、まあ一回じゃあもう、想像以上にバカな線画を描いて、まあ家適当に塗ろうみたいな感じになるんですけど、今回さすがにちょっとどうなるのかが想像つかんすぎるので、ね、ちょっと気になるしね。ちょっとラフに実験だけしてみようということで、一回まず出すか、これを。夏目さんちのくせにちきっちゃって。じゃあやっていきますか。まずはちょっとブル塗ってみるわ。じゃあ俺ガラティア行ってみるわ。おお、かけた。すごい綺麗。なんかいつもより至極笑顔のさやさになってしまった。どうしたんだよ、さやさん。いいの？今日のお昼ご飯はさくらんぼパイよとかって言いそう。うわー、言いそう。この世界線のさやさんはさくらんぼパイ作ってくれないんだ。さくらんぼパイって何ってなんで現状さ、なんてことなく楽しいだけど。いいカラーインクなんだけど。てかこの後何が起こるの？またこれさ、響きで買ったからさ、どうやってこの後魔法を起こしていけばいいのかあんま分かってない。マグルだからゲンさん、説明書読めない。だって読めないもん。だってマグルには読めないようなインクで書いてある。そう。ごめんねみんな。俺たちがマグルだったばっかり。でも小さい子の手の届くとこには置かないでください。あと目に絶対に入れないようにしてくださいって、そういうなんか危険文言だけはちゃんと読んだから安心してほしい。大丈夫です。あら、なんか綺麗。なんか濃淡がえらく綺麗な感じじゃないですか。すごく読
よくない？これそもそももうこれでいいんだけどね。これでいいとか言うな。今日のお昼はさくらんぼパイやほんとだ、そのさやさんはさくらんぼパイを焼いてるわ、どう見ても。でしょ。ゲンさんが手癖で描くアングルの女の子です。すごくなんかいいね。いいね。じゃあまず待って、これブルね。はい、私はガラテアやりました。ガラテアね。で、なんなのこの後だよね。この後何が起きるの？何が起きるんだろうね。じゃあレミ行く。じゃあ行きます。見て、すごいドスドスの紫。ドスドスの紫。日本語下手すぎる。いやいや、見て見て、見たらドスドスの紫。うわ、ドスドスの紫だ。ほらな。普通にでもさ、カラーインクとしていや、そうカラーインクとしても発色がね良くて、一旦まず優秀だけどね。うん、触れちゃった。お前マジから起こしてんじゃん。起こしちゃった。待って待って、見て見て見て。もうごめん、やっちゃうね。すごい色が。見て。その色からその色にはならんくないかっていう色になってない？待って、すごい。いくよいくよいくよ。見て見て。蛍光ピンクになってない？どうなんだろう。これ反応してるか。してるな。まずさやさん今さ、赤に対してさ、うん緑ですよ。はい。この辺にこうやって置いちゃうわけよ。うん。なんかさ、黄色になってない？本当だ。みんなわかる？黄色になってるのわかる？これ。あ、でもさえ分かりづらいね、これ画面で見ると。確かに。でも緑塗ってんだよ、ここに。そうだよ、赤の上に緑を塗ってると思ってみんな。これさ、そのままここ今塗ったらどうなの？これだよ。これだって。これなの？そうだよ。これをこうやって塗ってるの私はずっと。やばじゃあさ、ちょっとガラテアをちょっと混ぜてみるわ。じゃさやさん紫やってみよあパッと見は何も起きてない。似たような色だと変わんないかもしれない。そうだよね。じゃあ猿をやってみます、ここに。うわ、めっちゃ黄色だったすごいグラデーション。おもろこれ。一回反応したとこは反応しない？あ、でもそうかもね。これ化学反応だよね、どう考えても。きっとね。見て。うわ、面白い。なっちゃった緑と。なんで緑がそうなったってこと？緑の上に青を乗せたら黄色になるんだよ、みんな。今まで色の勉強してきた人たちさ、脳みそおかしなどういうこことになるとみたいな。これを緑に乗せると黄色になるよ。うおー、遠くから迫ってくるクラッシュみたいな声でしょ。最高。雑だな、そのクラッシュ。めっちゃ面白いね、これ。おもろー。イネズ気になるよ。そしたら最終的に。そうなんですよ。なぜお前は透明なんだい？透明なお前に一体何ができるみたいな。じゃあ行きます。イネズロ？イネズルか。イネズる時は一緒だって結婚式の時言ったじゃん。言った俺たち辞める時も、健やかなる時も、イネイネズるズる時も。時もじゃあイネズ同時に行きましょう。せーの。何も起きないけどいいんです。見て。え緑が完全な黄色になった今。どういうことなんでそんなおもろいことがサインだけ起こるの？俺全然イネズってくんないけど。ほら。やば。どうやってやったそれ？これ緑です。はい。緑源さんが。寝起き説。はい。緑源さんが。はい。緑の源さんが誕生しましたと。はい。うわー。見た？今見た？すごい。待ってじゃあっていうことは待ってというわけで乾かしてきました。乾かしてこれがガラテア、はい、これレミ、これブル、これレミ、どうなるか。でこれゲン、じゃあ行きましょう。はい、いっぺんに行きます。はい、行きます。せーの。うわー、これすごくない？何これ赤くなってる。全部に対して全部こうやってやってみるか。じゃ何もないこれは。ね、これ組み合わせがわからないわかんないよ。やばい、法則が見つけられてない。見つけられない。ちょっとこれを今いろいろ研究しながら、はい、これで1枚絵をね描いてみよう。はい、描いていきましょう。わかんないよ。やば、わかんないって声揃うのやばい。絶望だった今。絶望。いや、てかその絵が消えるっていうのも書いてあったんだよな。ね。どこなんだろう、絵が消えるのは一体。はい、そして長い月日が経ちました。あの時あの場所にいた若者たちは今頃どうしているんでしょうね。ね、でもね、結構経ったのマジで。まあ多分撮影した日から投稿まで4ヶ月空いてんじゃないですかこれ。いやね、あれからずっと書き続けたからね。違うそんな対策書いてないね別に。さらっと1枚ね、でも消えちゃったから見せられないんだけどって言いたいんだけど、いやそうじゃないんだよね。今この撮影の直前のシーンで、そういえば消えるインクって結局どれなんみたいな。あ、そう
そうそうそう話あったじゃない。いろいろこうやって試して、まあまあちょっと消えてるんだけど、うん書いた時のさこんなんだったじゃん、ちょっと前見て多分みんながそうそうそうこれ多分単純に退職して消えてるから、消えるインクとかじゃないよ。そうこれいろいろね試してみたんだけど、消えはしてないよないよなーねみたいな話をしてて、すごいことが判明して、そうよくよく見たらね、これ今回その使ったインクたちなんだけど、はい明らかにおかしいことが一つあって、見てこのガラテアっていう色がさ2本あんだよね。消えるインクっていう面白さを聞いて買ってみたのよ。いやそうだよね。消えるインクだけ入ってなかったの。しかも届かなかったの。問い合わせして反応なく、じゃあもう一回買ってみるかと意味わかんないことしてみたの。はい届かない。そもそもこれ2回目なんだよ、注文が。5月にした注文が全く届かず、いっぱい頼んじゃったから届かないのかもって言って単品で頼んだら届いたんですよ。したらそれに消えるインクが入ってなくて、じゃあもう事前に頼んだやつは待つしかないなと思って、要は半年経ってる。待ちに待ち。そう、待ちに待った消えるインクがこれです。やったー。ディーン。ディーンですか？はい、これ何ですかね。でもさ、ゲンさんが使ってるさ画材サイトさ、ほら魔法使いが作ってるからさ。そうだよね。魔法使いがインクの採取会してるからさ。そう原料になる魔物が倒せないとかそういうのがあるかもしれない。そう結構、だからちょっとわがまま言ったのかも僕たちが。今だってなんとかとかっていう伝説山脈になんとかっていう魔物の角を取りに行ってるから不在ですとかだったんだ。あるかもしれない。しょうがない。デルガゼスみたいな。絶対強い。デルガゼスの唾液から分泌される色を抽出して作ったやつかもしれない。確かにね。というわけでじゃあそんなこと言ってないで一回消そう。だテストしよう。これだけテストできてないのよ。そうだって初めてなんだもん。ちなみにだけどみんなはちょっと前に見たやつの色の反応パターン全部忘れたの。よし、じゃあいろいろ試したから書いてみようじゃないんだよ。もう知らん状態で書いてみようになっちゃった。見て。何？この後さあるワードを聞いてるからさ、この人書いてるんだよ。やめろよ。お前待ってよ。消えるインクっつってんだよ。もう消す気か俺を。消す方法。消すよ。そんなにキラキラした目のゲンさん消すつもりなの？今までありがとう。でもさ、消えなかったらどうする？これでもしぶてえ男だな。消えなかったら逆に恥ずかしいですね、ほら。みんな今までありがとう。すごい空気温めてんだよ。温めてる。それまずいって消えなかったら。とりあえず今ね、どうやら消えるらしいインクで本当に消えるのかっていう話です。このイネーズが全てを消し去ってくれるらしい。消し去ってやろうってことか。消し去ってやろうくん書いたら久々に。確かにダメだよ。なんかわからない、私の見えない何かがじくじくうずいてる気がする。うずいてる？痛いって言ってる。久しぶりだね、そのネタ。確かにあまりに知らん人のが多い。でもさすがにぜひこの動画を見てきてねとか言えないな。見ないでほしい。もうなんかだいぶ昔だしね。じゃあ消してみる。よし、それではパニッシングタイムといきますか。いきます。私ゲンさんのこと消させていただこうと思います。みんなゲンさんのこと忘れないでね。じゃあねゲンさん、バイバイ。消えなくね？薄くなっただけ。あれでもなんかゲンさん、あれゲンさんなんか光が差してる。じわなんか待って、でも消えてるかもしれん。消えてるかもしれない。消えてる。光の中に消えていくゲンさんができた。おもろこれ。面白い。光のエフェクトが簡単になるんだね。こうじわーって消えていくからさ、発光レイヤー感あってさ、わかる。じわじわくる。消えちゃったよほら。でも本当に消えてきたわ。消えちゃったよ。消えちゃった。素晴らしい。すごい。待った甲斐あった。これが4ヶ月。では書いていきましょう。さっきも聞いたと思うけどみんな。よかった俺たち。じゃあ行きますか。行きますか。消えたところで。なんか絵描くの久々。わかる。なんだろうね。全然なことないんだけどね。そんなことないんだけど。マジで最近さ、すっごい忙しくない？なんか信じられないぐらい夏目さんち絵描いてる。でも見せらんないの。いやそうなんだよね。お見せできるのがまだまだ先みたいな絵がいっぱいあって、いやお前らこの間告知もしたのになっていう話なんですけど、この間もね、何にも夏目さんちのブランドがオープンしてて、ありがとうございます。もしかしたらもうこれ出てる頃にはもう始まってるかも。あ、そうだね。ぜひこちらポップアップストア、概要欄から。ゲンさんの味噌屋がね開店してますので、千葉県某所にこだわりの味噌を置いてるということで。本当に？今までずっとやりたかった。やりたかった。本当に？怒られるぞお前。味噌ゲン。ギリギリっていうかもうアウトだよ。ラーメンじゃないから。確かにラーメンじゃない。怒られない。怒られない。本当？味噌に特化する。味噌に特化することある？本気で醸造しました。時間かかるな。あちだ。
いやなんかさ全然関係ないんだけどさ、うんすっごい言いたかった話していい？はいパルちゃんがねずっと大好きなね、YouTube のチャンネルがあって、はいベベフィンっていうんですけど、ピンク色のね髪の赤ちゃんと、そのご家族がいろんなねお歌を歌ってるっていう CG アニメのねチャンネルなんだけど、我々も見すぎてるせいで新しい楽しみを見出そうということで、そこんちのお父さんとお母さんの馴れ初めの妄想をすることがさやさんすごく楽しみになってた今。そんな楽しみ方してたの？すごい楽しみで、しかもなんか「ごめんね」って曲があって、ベベヒンが一番下の弟で、お兄ちゃんとお姉ちゃんがいるんだけど、3人がこう喧嘩しちゃうんだけどちゃんとごめんねって言おうねっていうお歌なの。最後にお父さんとお母さんが喧嘩しちゃうんだけど、お父さんとお母さんもちゃんとごめんねって言って、なんか最後こうハグし合うみたいなのがシーンが入ったの。推しカップラブラブしてて嬉しいっていう気持ちがすごいなんか急に芽生えてしまってそれからあまりにも同じ映像が流れすぎるからそうそこに楽しみ見出すしかなくなるからそうちなみにサユはそのベベフィン家のお父さんお母さんのそれをしてるでしょ、ゲンさんはベベフィン家が本当は世界が滅亡した後にいる唯一残った家族説をしてるんですよ。ベベフィン今一回見てほしいんだけど、見に行ってほしいんだけど、可愛いけど怒られるから、これは本当に僕が勝手にそういう思考にたどり着いてしまったということで許してほしいんだけど、悲しきモンスターだということ、悲しきモンスターになっちゃったっていうのはまあご容赦いただきたいんですけど、そこであまりにもその家族しか出てこなくて他人だったところかさ、親を演じていかなければならないっていうそうそうそう役割を与えられてからので頑張ってそれを絆を深めていく物語がある。じゃあ推しカップはやっぱり、まあ推しカップは推しカップ、ありがとう。お母さんとお父さんの推しカップそういうこと最高。だからちょっと本当にファンアート描いてほしいもはやそう意味わかんない。夏目さんちの美術室にベベフィンのファンアートこれ意味わかんないどういうことやつね。しかもベベフィンじゃないの、じゃあベベフィンじゃないお父さんとお母さんなのだから何言って、うん子供同じ映像見すぎ無理いやそう見すぎるせいで俺たちにできることは妄想しか残されてないってこと。いやそうちなみにそんなマジでそんなことはない。いや本当に何のシーンもないよねこれ本当に1ミリもないから。見てほしい、うん本当にベベフィン日本語チャンネルの方がお父さんの声が好き。うん知らんねはいでじゃあ行きますか塗り絵がよしよし行きましょうじゃあ行きましょうか、うんこの謎のマジックインクを使ってはい参りましょう。もうなんかねちょっとざっくり決めたんだイメージ。どういう感じで塗っていくそうかね。まずはいこのおピンク、はいガラテアというカラーをドゥッと塗ります。はいいくぜー大胆かつ繊細に。あ待ってちょっとインク溶けてる。もう一回です。線が溶けるやつ線ちょっと溶けますね溶けますか。はいちなみに僕もっと溶けますよ多分今回アクリリックインクで入れてるから、溶けますね絶対に。溶け溶けの弦ですか、あめちゃめちゃ塗っちゃうさやさんってば大胆。もうピンクにしすぎたでも今からはい魔法をお見せしましょうこれ今ピンクなんですね。ピンクに緑を混ぜちゃうんですね。そうすると緑を塗ったはずがピンクになっちゃった。あ、じゃあなんだっけ黄色になっちゃったんですねめちゃくちゃじゃねえか楽しい。めっちゃ童心に帰りますね。常に童心のみたいな状態だけど一生童心だけどな。赤セーラーって可愛くないか？赤セーラーふと思ったは可愛いけど、結局普通に落ち着くっていう流れをいつも繰り返してるこんななんかギャンな感じの赤セーラーあったらさ、この制服着たくてさ受験する人受いる験する子は絶対いるよね。でも確かに。ちなみにこれさ何が何色になるか分かんないからすごいあれじゃんゲンさん。え最近出てきたフラペチーノと同じ色してる。そうなのこんな色してんだ最近出てきたフラペチーノ。そうなんかハロウィーンのさフラペチーノがさ、なんか半分青で半分赤でみたいなさへやつで話題になってて、夏目さんちって言ってくださってる方もいましたよほら黄色塗っちゃう。なんでこんなベタって塗るかというとですね、はい後で消えてハイライトっぽくできるんじゃなかろうかと目論んでいるんですよ。ああ私はそういうですね。悪い消えなかったら終わりですね面白いねこれ。なんか意図してないことが起きるのでやっぱ、ね、楽しいよ、アナログ画材の楽しいところ。でもそれはそうかもやっぱり、うんなんか自分がさこれはよくわからねえなっていう、なんか綺麗だなって俺バカだからわかんないけどよなんか綺麗なんだろこれっていう感じが起きる字で出たそいつ愛すべきバカ愛すべきバカがね、楽しいわね。まるで昔に戻ったみたい。何忘れたお絵描きの楽しさ忘れた世界線の夏目さん中20年後みたいな。めちゃくちゃ辛いんだけど。知ってる俺。
その演出俺一回考えてやめた。なんでやめんの？もうさやがやりそうだから。なんか読めた。これさえやるなきっとと思ってやめたんで、今回実は。ありがとう、譲ってくれて。さやさん羽もぐきです、この人。もぎます。この子は欲しくない能力だったから、これは。聞いたことあるんですよね。俺たちが書いたやつだ。そうだよね。ドーナツホールでやったやつそんな感じだったよね。懐かしいね。懐かしいね。おい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 、なんか俺黄色塗ってないのに黄色になってくんだけど、どうしてくれんだよこれ。面白い黄色にするつもりないとこまで黄色になっちゃったよ。どうしてくれんだよ。あれ何じゃないで黄色なんだっけ？緑だ。もう反応せんやろと思ったらめっちゃ黄色になっちゃったそうだよね。だって、最近このジャンル追っかけてなかったなって気づいてもさ、もう一回見直したらさ、うわやっぱめっちゃ好きだってなったりするもんね。そういうことだよね、きっとね。実家ジャンルっていうもんね。実家ジャンル知らん世界だ。ないですか、実家ジャンルって言葉。実家ジャンルって言葉あるんだ。あるよ。それこそさやさんのテイマーズとか実家ジャンルだから。そうそう、わかる？この感じね。緑が楽しい。なんかさ、ピンクに緑のせるのがめっちゃ楽しい。だってそうはならんもんでもそれはそうなんだよね。そうはならんよね。そうそうね。これどっから来たの？このオレンジみたいな色わかんない。なんか初めてみたいなできたんだけどなんでもう筆の上で混ざってんじゃない？ね。やりすぎ都市伝説ってどこにやりすぎがかかってんだろう。都市伝説にかかってんのか、それとも喋る人にかかってんのまあ大体番組見てる感じだとなんかこう喋る人やりすぎてる感じある。盛りすぎってこと？あ、そういうこと？盛りすぎ都市伝説やろうぜ今。東京駅の3番目のトイレに入ると死ぬ多発だろそれどこで3番目って盛りすぎた。盛りすぎてるねワンコール以内に出ないと死ぬメリーさんワンコール以内に出ないと死ぬメリーさんさ、ちょっとめんどくさい彼女みたいな感じで。めんどくさいよ。結構めんどくさい。なんで今日なんで2コールだったの？遅くない？何してたの？って、あなたの後ろに行くよってさあ私今ここ最後に透明でハイライトを入れます。なんとこの黄色がこんなにベタベタ塗っててもハイライトがはい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 期待している。はい本当大丈夫？お、入ってる入ってる入ってる。見て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 。あ、思ったより消えていく。あ、ほんとだ。すごっ。消えますよこれ。でもほら見て、鼻の頭にちょんちょんってやって、こんな塗った後に消えることある？ほらすごい。面白。消える消える。お前の過去が見ない。消える消えるすごい。よし、さえも消えるインクでお前消そう。消える消える。楽しい。消えるのが一番楽しいの。なんでお前だけ来なかったのこんなに楽しいじゃないか。一番楽しいじゃん。はい、ということで終わりました。こちらでございます。せーの、ドーン。おー、なんかでもなんかお互いちょっと不思議な雰囲気になったね。なんか見たことある。でもこの不思議画材独特というか、なんか色チェンジ系画材でやりがちな感じになってる。あー確かにね。ちょっと全体の色の調子があれじゃない、魔法のパレット。あ、そうだ、透明なやつで塗ったらそうそう、インクついてないのに色がないパレットで色が塗れるよみたいな時もこんな雰囲気になった気がする。そう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 、色がねちょっと混ざってね。いやでもこれすげえ楽しいんだけど、消えるインクもっと使いこなしたら黄色で塗ったとこにいろいろこうエフェクト的に入れるっていうのは楽しくできそう。これとかさすごい楽しかったんだよね。なかなかさ、この筆の後でアナログでじわって後から色がなくなっていくことってないから、思ったよりなくなるよね。そうちゃんと消える。しかもなんかこのにじみでなくなるっていうのがおもろいね。そうほらだってゲンさんもだって見てもういないんだよ。ゲンさんは。いなくなっちゃう。あの時はなんかさ光の中にさスねーって感じだったのにさ、もうここにゲンさんがいたという証がないんだよ。僕だってここあれだったもんね。真っ黄色だったのが。真っ黄色だったが、はい、完全に消えましたね。すごい白になってるもん。いや面白。おもろこれ。やっぱでもこれあれだな、今回の MVP は届かなかったことですね。こい一番おもろいやつが届かなかったことが一番の問題点だ。いや本当だよ。だってすごい消えるとか言って大盛り上がりしたやつがさ、脳内にちらつくんだよな。でもこいついなかったんだよなって。だからこの撮影の記憶もすごいなんか数ヶ月越しの、そうなんだよ。こいつとこいつのコンボが最強でしたと。今回描いたのは特段別になくて、僕でも先生この子もセーラーじゃん。そう、後からこれね上から白入れちゃったんで。それセーラーだね。私もセーラーなんだこれ。あ、それセーラーなんだ。そう。そしたら同じ学校じゃない？同じ学校だよ多分。同じ学校なんだ。だって制服一緒の。確かに制服の色ね一緒で。で
もこの子はさ、んどっかからジョ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 って出てきてるんだよ今ね。能力者高校なんじゃない？そこの子だってほら羽生えてるしなんかジュルジュルしたところにいるし。でもこの子さ、うんもうちょっと透明のインクを塗ったらもうこの子跳ねなくなるんだよ。そうだよ。こうやったらさ徐々に消えてっちゃうんだよ。ほらあ、ほら消えてく消えてく。あ、先端から羽がなくなってく。なんかこの子羽とともに記憶もなくなりそうだね。この感じほら待って、これ瞬間芸術、瞬間芸術。あ、本当だ。あ、これ動画でしかできないやつじゃないいや、そうだ、徐々にこの消えていく感じはね、だってもう羽が消えてっちゃう。ほら消えてく消えてく。楽しいこれ。あ、これ楽しいね。いつぞやのさ、うん水に入れて消える。確かにあれもね、お水に入れたらさ、さーって消えてっちゃうみたいなやつ。ほらもう消えてくよ、翼が。あと1時間もしたらね、こうなっちゃうよ。こうなるよ。ゲンさんになっちゃうよ。でもそこに確かに何かがあったみたいな。そうそう感じそう、なんかになるわけだ全くないわけじゃないのがまたエモいよね。確かにちょっとエモさある。ここには確かに何かがあった。でも今はそれを何か思い出せない。思い出させようとしてガーってすごい来てるの。パワー。そう、パワーで。パワー。そういろんないっぱい手あるからこいつほら。この子たちはじゃあ親友とかだったのかそう、もしれない。親友。この子の羽を取り戻すためにどっか潜ってたのかもこいつは。わあ、でも闇の力を手に入れてし手にまったから、ね。入れて戻ってきて、この子の記憶も忘れてるから思い出させようとしても悪なの顔が。顔が悪いんだよね。この子のために何かしらの力を手に入れてヴィラン化したやつを主人公が退治するみたいな。主人公いるんだ別主に。人公いる。ほら消えてきちゃっうわーた。なんかすごい綺麗だよ。なんかなんかむしろこれ消した方がさいいんじゃないこれ。光の中に透けてる感じが出てしまいました。久々の面白画材でしたが、ね、本当に面白画材でした。うん使いどころはまあむずい。こういう感じで面白い感じで使うこともできるということも合わせて、はい消したい人を消せること消確かに消したいものを黄色で書いといて、後ほど消すことができるという遊びだったり、そうそう、カラーチェンジができたりとか。そうね、どっちかというとこう作品用というよりはなんかパフォーマンス用な感じもあるけど。そうだね、うん大勢で集まってあれこれやるのそう、が楽しいかもしれない。でも、うん来るのに半年半年かかりましかかりましたと。わかんない。これ1個で頼んだ時は割と1ヶ月ぐらい来た。た。じゃあ、単体でねじゃあ気持ちは1ヶ月くらい温めるのでちょうどいいぐらい。そういうことです。うんただうちは入ってなかったっていう。ただそれだけだ。今回何点はマジでそうだからこのガラテアって色が、なんと2個もあると。 3本あるんですよ。なんで？あ、そっかそっかそっか。ガラテア3兄弟じゃあ最後ははい、消し去ってやるか。喫茶ってやろうくん書くのせた。確かに。でもいいんじゃない？消しちゃったし、確かに消し去られた人もいるし。消し去られたそこに何かがいた感じは出てるから、でも確かにな、まだゲンさんはいるよ。これゲンさんでしょ。まだゲンさんのかけらだから。でしょだからこれ集めたらこれからみんな集めに行ってく確かるから。にドロロみたいな感じでゲンさんを取り戻す物語に。そうそう、ちょっとずつね、メガネから復活してくる。よろしくお願いします。